皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。皆さん、ついにやってまいりました。独立してから約250年、世界で最もパワーのある国と言われているアメリカでございます。世界 GDP ランキング、150年連続1位ということで、もう世界の覇者を走り続けている大国なんですけど、前回ですね、世界一物価の高い都市シンガポールという動画を出したんですけど、2020年の調査では世界一物価の高い都市シンガポールとアメリカのニューヨークが同時1位だったんですけど、視聴者さんのコメントではですね、アメリカの方がシンガポールよりめちゃめちゃ高いでっていう話を聞いたらですね、いやー今回ですね、旅人で最も気になる、アメリカのね物価をですね、この1万円を使って一体何ができるのかっていうのをですね、調査していっていきたいなと思います。ということで、アメリカ編スタートでございます。今回はアメリカのロサンゼルスからスタートでございます。はい、ということで皆さん、今 ATM 行ってきたんですけど、現在ですね、1ドル146円ということで、もう心折れてまいそうですわ。もう ATM 行って、1万円はだいたい68ドル67ドルぐらいということで、今回はちょっと勘弁してください。2ドルぐらい、70ドルでですね、1万円70ドルですよ。これでちょっとやっていきたいなと思います。いやーもうほんま悲しいわ。もうこれ瞬殺ちゃう、70ドルって。はい、ということで今からですね、ダウンタウンまで行くんですけど、行き方が何個もあるんですけど、今回もう70ドルしかないということで、一番安い行き方、メトロを使っていきたいなと思うんですけど、この空港からメトロステーションまでバスで行って、そこから、ダウンタウンまで行きたいなと思います。でも皆さん一番おすすめはシティバスっていう、LAX っていうシティバスはですね、9ドルぐらい払えたらもう直でそのダウンタウンまで行ってくれるみたいで、多分一番簡単なやり方はそれなんですけど、今回は70ドルしかないということで、一番安い方で行きたいなと思います。バス停待ってましたらですね、カリフォルニアではですね、マリファナ解禁ということで、In California you can smoke everywhere. Everywhere. Really? Yeah. In the street, wherever. Anywhere. Come on, man. The best place on earth. 皆さんすごくないですか？日本から9時間来たところではもうもうバリバリ空港でやっちゃってもいいって感じらしいですよ。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、ロサンゼルスのダウンタウン付近でございます。バスで来たんですけど、最後ねちょっとだけで、バスみんな運賃払ってなかったんで、横に乗ってる人にこれバス運賃払わんでええんって聞いたら、ほんまは払わなあかんけどみんな払ってないみたいな、どういうことみたいな。ほんで降りる前にうんちゃんにこれバスの運賃いくらですかって言ったら、いや払わんでええみたいな、どういうことやねんロサンゼルスのバスみたいな。はい、ということで皆さん、今からですね、ロサンゼルスの物価をですね調査しに回りたいなと思うんですけど、いや正直ビビっております。どんだけ高いのか。2022年の物価高はですね、100年に一度の嵐とも呼ばれてるみたいで、2021年からインフレ傾向が加速して、各家庭に大打撃を与えたって言われてるね、この物価高。どうしてこんな物価が上がったのかって、いろんな人に聞いてみたらですね、パンデミックの影響によってですね、外食などの、サービスを利用する人たちから自分たちで物を消費する人たちへ移行したということみたいで、毎週日曜日に焼肉食べに行っきょったっていう人たちが自分たちで、肉買うてって家で調理してということで、サービスを利用する人たちが、物を、消費する人たちへとね、移行したということで、もう一つにですね、労働力が減少して物の値段が上がったということで、コロナ禍の後ですね、労働者の復帰はですね、ものすごい鈍いみたいで、リタイアを直前に控えた人たちもですね、いやもうすぐリタイアやし、もう仕事復帰なんかだるいわみたいな感じで、労働力が減少して物不足になって物の値段が高騰したということ、あとロシアの、制裁などによってエネルギー価格がですね高騰したということで、主にですねそれらの理由で物価がですねものすごい上がったと言われてるんですけど、1970年代にですね、原油高が高騰した時は現在の物価上昇率の2倍ぐらいの物価高やったみたいで、1970年代に比べたらまだちょっとマシかなとも言われてるみたいなんですけど、まずコンビニどれぐらいの値段上がってるのかっていうのをね見て回りたいなと思います。さて、ものすごいいっぱいある中、まず水見てみたいなと思います。
水ドルぐらい、これが一番安いんか。24、250。まあでも、3ドルとかです、1本買うたら。でも日本買うと2ドル50セント、これが一番安いかね。続きまして、コカ・コーラですね。コカ・コーラ。2ドル79セント。まあ、日本買うとまた4ドル。で、スナック系もこんな感じで2ドル49円ですね、このサイズで。で、菓子パンとかもあるんですけど、約3ドルですね。アップルパイとかその辺も3ドルのパイがあったり。で、こっちに行くとこ飲み物系があるんですけど、でもそんなに高くないです。このカップで M サイズ1ドル79とかなんで、で、こんな感じでホットドッグとかね、2ドル19セントで、一番安いので1ドル79とかもありますね。はい、ということでコンビニ終わったんですけど、皆さん物価感どうですか？このコカ・コーラ500が一番ちっちゃいんでちょっとでかすぎやけど、これしかないんですけど 473ml か、これで、375円でも2ドル49セントだったんで、もしこの1ドル100円やったらそんなに高いなって感じはしないんですけど、円が安すぎて375円と思ったらちょっと高いみたいな、そんな感じです。まあセブンイレブンとかも食べ物系は高いです。特にサンドイッチ系、あれ6ドル何本ぐらいだったじゃないですか。1ドル100円やとしても600円はさすがに高いなって感じですかね。で、タバコの値段も聞いたんですよ。じゃあ赤丸が12ドルっていうことで、1ドル今の計算やったら1745円でございます。いやでもそんなに高くないんじゃないですか。オーストラリアとかいた時なんか25ドルとかやったような気がするんで、それに比べたらまだ安いんじゃないかなって感じですね、タバコの値段。はい、続きましてマクドのですね、物価を見てみたいなと思います。ハンバーガーごめんなさい、ビッグマックで 5.99、 そんなにじゃないですか。でも円に変えるとやばいか。普通のチーズバーガーでハンバーガーで 2.79 です。で、普通のチーズバーガーやったら 3.29 でどうでしょうか皆さん。シンガポールに比べて同じぐらいか。シンガポールよりちょっと高いか。はい、ということで皆さん続きましてアメリカの大型スーパーマーケットターゲットのね物価を調査してみたいなと思うんですけど、スーパーマーケットによって値段は全然違うみたいなんですけど、ターゲットは地元の人に聞いたらなんか中流クラスの値段みたいなんですけど、特にですね鶏肉と卵とあと油脂とあと小麦の値段がもう莫大に上がってるみたいで、卵の値段がですね1ダース12個入りで6ドルとか7ドルって僕記事で読んだんですけど、それはいかつすぎでしょ。さてどんな感じでしょうか、見ていきたいなと思います。まずは野菜系ですね。アボカドはやっぱり安いな、1ドル99セント。フルーツはどうですか皆さん。パイナップルとか2ドル79セントだし、玉ねぎとかも29か。で、このキャベツも2ドル、ブロッコリーは何ぼや3ドル29。ブロッコリー結構高いな。これは手羽先か。1ポンドだいたい 450g だったんで、1.7 ポンドで 2.79。胸肉が 1.5 ポンドで 6.99 で、これが10ドルです。さすがは牛肉大国のアメリカ。棚一列に豊富に並んだスーパーの牛肉はだいたい1ポンドあたり7ドルから9ドル。続いて日本では見られないアメリカンサイズのボトルに入った牛乳は約5ドルで売られています。さて問題の卵コーナーでございます。卵もですねほんまピンキリですわ。一番高いやつやったら6ドル49のがあったり、でもいっちゃ安いものすごいいっぱい入ってるサイズ18個入りのやつは1ドル99円。そんなになんか思ってたより高くないなって感じやね。でオーガニックとかなると6ドル49とかやね。こんな感じでスーパーでオーガニックとかもかなり選べるって感じですかね。でハーゲンダッツも、日本のサイズじゃないです。でかすぎです。でかいサイズで6ドルぐらいするな。でバケツに入ったようなアイスクリームもあります。でかすぎやろ。でかい方がやっぱコスパ最強やな。はい、ということで皆さんスーパーの物価の方はどないでございましたか。僕どうしても悪い癖で1ドル100円で計算してたんで、店内いるときはそんなに高くないなと思ってたんですけど、でも1ドル150円で計算するとやっぱ全然ちゃうもんね。やっぱ高いね。今ですね2022年に比べてだいぶね物価は落ち着いてきてるって言ってたんで、それの影響なんかな、それとも場所の影響かね。世界一物価の高い都市、シンガポール同時1位がニューヨークなんで、ニューヨークに行けばもっともっと値段が上がるかもしれないですね。
はい、ということで皆さんやってきたのがですね、リトル東京っていうアメリカ最大の日本人街らしいんですけど、ここでもですねちょっとぶっかみでみたいなと思います。19世紀の終わりに日本人が日本食レストランをこの辺で作ったことから、現在ですね日系の企業がいっぱい入ってきて、日本の食べ物とかねお土産屋とかいっぱい固まってるって感じですかね。いやこれはちょっと皆さん冗談でしょ。マグロの握りが2ピースで7ドルですよ。やば、卵ですら7ドルですよ。高っ。続いてロサンゼルスで有名な日系のスーパーで日本の食品の物価を比較してみようと思います。さて皆さん、日本のものがめちゃくちゃ並んでるんですけど、おにぎり2ドルです。衝撃的ですよね。いや僕の大好きな唐揚げ弁当8ドルですよ。皆さん見てください。僕の大好きキャベツ太郎さん2ドル29もするやん。見てください。今回ですね値段も気になったんですけど、一番気になったのはこれですね。警告、このセクションの商品にはカリフォルニア州でがんに、危害を引き起こすとされている化学物質が含まれている可能性がありますって。怖ないですかこれ。日本では全く知らされてないのはカリフォルニアではこうやって警告されてます。わお。なんと皆さん CC レモンが2ドル79です。高っ。日本のもの全部めっちゃ高いけど、この飲み物にも皆さん見てください。ここにですね警告してある。この警告が一番怖いやろ、値段の高さより。はい、ということで皆さん、日本の食材はですねやっぱり輸送費とかもかかるんで、もう値段的には全部2倍ぐらいなんですけど、おにぎりとかもうほとんどの商品の横にああやってね警告サインがあったのがびっくりしましたね。調べてみればですねそういう警告もネットで探せば日本であるんですけど、商品の横にああやってタグを置いてるってなんかすごくないですか。そうやってねカリフォルニア州はなんかその食品に対してすごいいろんなことをこういう食べ物はこういうこういうのになる可能性がありますって知らせるんがめちゃめちゃいいシステムだなって今回ね日本食のグロッサリーって思いました。皆さんどう思いますか。日本でも書かれてるとこあるんかな。ちょっと僕わからないんですけどそれは。はい、ということで続きましてちょっと飯屋に行きたいなと思います。飯屋まで行くにちょっとウーバーねちょっと初めて使ってみようかなと思います。どれぐらい高いのか、インドとかやったら1時間の運転が1000円ぐらいだったんですけど、さて、ロサンゼルスの、ウーバープライスどれぐらいなのかちょっとチェックしてみたいなと思います。Nice man, nice costume. What is that for? For the Halloween or something? Halloween's every day. Halloween's every day. I'm Medusa. Nice man. Thank you. Yeah, enjoy your day. Thank you too. はい。面白いな、やっぱりアメリカ個性的な人めっちゃ多いな。はい、ということで乗り込みましたウーバーでございます。2.2 キロ、こっちマイル計算なんであれなんですけど 2.2 キロは約 2.2 キロで、7ドルっていう感じらしいです。皆さんどうですか。日本のタクシーの物価がちょっとわからないですけど、インドに比べたらもちろん高いですけど、7ドルって感じです。ということでたどり着いたのが南カリフォルニアで最も古いレストランの一つと言われている1908年にできたレストランみたいです。ということで行ってみますか。はい、ということで皆さん聞きました。これがですね、これビーフ、中身ビーフ入ってでこれがですねフレンチディップって言ってなんかローストビーフを作るときに出ただし汁らしいんですけど、それに浸してこう食べるみたいな感じです。でも値段はいかついです。これが 11.5 でこれが 6.5 なんで1500、1600円ぐらい。ちょっと今日はアメリカ来てしょっぱなっていうことでちょっとだけ贅沢したいなと思います。まずはビールです。お疲れ様です。アメリカからでございます。最高やな。これを浸していくんか。きついな。ビーフうまっ。このローストビーフのだし汁がですねいい感じのソースになって、いやでも豪快でうまいですね。なんかアメリカの食堂みたいな感じですよね。結構オールドスクールのなんか建物だし内装もそんな感じだし、しかも結構来てる人たちは観光客ほぼいないですね。どっちかというとなんか地元の人の方が多いですかね。観光客もおるんかな。で、さっき聞いてみたんですけど、アメリカといえばチップですよね。チップどうしたらいいんですかって僕日本で初めてなんでどないしていいか分からないですって言ったら大体みんな 15% から 20% 払うみたいです。
いろんな店によってもしかしたら違うかもしれないですけど、この店は払わんでええっていうことだったんで、どうなの。でも払ってなかったらなんか裏でこいつ払わんのかいみたいな思われとんかなと思ってみたり、どうなんですか。僕アメリカ初めてなんでわからないんですけど、アメリカに住んでる人もしよかったらコメントしてください。絶対に払わないといけないのか、それとも払わんでええって言われて裏でこいつ払ってないと思われてるのか。はい、ということで、ここはですね、今日の宿でございます。見た感じ、普通の家みたいな感じなんですけど、はい、で皆さん、ここはですね、リビングルームです。すごいですね。ほんまに家みたいな感じで、ここはですね、トイレとシンクがついて、シャワーもあります。湯船ありますよ。浴槽もあるんですけど、こんな感じで。いやー、なんか海外っぽいシャワーですね。Thank you. Hello. Wow. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8人部屋でございます。で、こんな感じでセーフティーボックスもついてますね。で、皆さんの気になるお値段なんですけど、今回ロサンゼルス中心街付近で1週間前に一番安いとこ探したところ結果1泊30ドルでございます。まあもっともっと前に調べてたらもっと安いところあったのかもしれないんですけど、でプライベートルームとかやったらもう軽く1万円超えてくるということで、今回の企画ドボンしちゃうんで、まあロサンゼルスのですね平均家賃相場とか調べてたら月なんと皆さん3883ドルでございます。えげつな。でニューヨークとかになると月平均4000ドルっていうことで、ニューヨークの中心街マンハッタンとかやったら皆さん月5000ドルらしいですよ、平均。えげつな。でアメリカ全土の平均家賃はですね約、2000ドルということで、やっぱり物価高いなって言われてるとこはもう家賃のね値段がえげつないです。いやーもうこれからやっていけるかなって感じです。はい。まあそのために一応ね、今回とっておきはあるんですけど、どう節約するかっていうね、やっていくしかないです。アメリカ長期滞在になるかもしれないんで、ここちょっと削るなやばいなって感じですね、家賃。はい、皆さんおはようございます。現在はですね LA のダウンタウンから外れて高級住宅街の方にやってまいりまして、いやーもう家のでかさが規格外です。お城みたいな建物がバーン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 とあるって感じですかね。で昔ニュースでやってたんですけど、ジャスティン・ビーバーが面積、1000平方メートル約ね、であとテニスコート、ジム付き、プール付き、トイレが10個あって、で部屋が7、8個あるっていうね、約27億円の豪邸を購入したっていうのを見たんですけど、感じなんですかね。もっとでかいんかね。すごいわ。なんか昨日タクシーのおっちゃんと話してたんですけど、富裕層の人はですねかなり多いユダヤ人が多いみたいで、すごいですね。歴史迫害を受けてた時の歴史から見るとすごいなりようですが、すごいな。難しい。ってな感じで朝ごはん食べに行きますか。皆さんこれ見てください。すごくないですか。パンケーキ M サイズ、いかつないですか、このサイズで。値段もかなりいかついです。1個14ドルでございます。でこれがですねカフェラテ M サイズ6ドルでございます。カフェラテも M サイズでこの量でございます。すごい量やな。朝から最後1日ね、ここロサンゼルスで楽しみたいなと思います。いただきます。でもめっちゃ美味しいわ。でこんなに物価が高いアメリカなんですけど、収入の方もすごいらしくて、アメリカの平均年収が94,700ドルで、日本の平均の年収が443万円なんで、約3倍の値段をですねアメリカ人たちはもらってるみたいで、時給の方でもですねアメリカの平均の時給は33ドルで、最低賃金も州によっては違うみたいなんですけど、ロサンゼルスとかやったら15ドル50セントということで、これからですねどんどんね最低賃金も上がると言われてるみたいです。
でですね、アメリカとね、日本のね、大卒の初任給も全然違うみたいで、日本のですね、平均の初任給は、冬と夏のボーナスを入れて327万円ぐらいらしいんですけど、約、アメリカのですね、最低の大卒の初任給が364万円ということで、日本はアメリカの最低の初任給より平均が下回っているということで、アメリカのですね、平均の大卒の初任給は562万円ということで、大きく日本より上回ってます。で、最高でもアメリカは、784万円ね、大卒でもらえたりっていう人もいるみたいで、ポジションによっては全然違うみたいなんですけど、アメリカめちゃめちゃ物価高いって言われてますけど、アメリカ人にとってはそれほどわからないですよ。僕アメリカ人じゃないし、そんなお金もうたことないんで、厳しい。でもそれでも厳しいって言うんですけど、厳しくないんですけど、日本への稼いで日本で仕事をしてる人たちがアメリカ来たら相当厳しいんじゃないかなって思いますね。はい、ということで皆さん、ここがですね、ロサンゼルスサンタモニカでございます。いやー、こんなとこまでついに来ましたよ。モンゴルの草原からこんなカリフォルニアの、ロサンゼルスのビーチまでやってきました。What's up, brother? Every day, this is the beast weather. This is what we Beast love, weather, huh? brother. Every time out here. ということで、ロサンゼルスの人気観光名所サンタモニカで現地の人々はどういった生活をしているのかをね、実際にインタビューしてみたいなと思います。What sort of things you feel very expensive in here? Gas is very expensive. Yeah. Property is very expensive. So how much you pay for rent? So I actually own multiple properties. Okay. So for one of my apartments, it's $3,500 a month. The other, It's crazy exactly. expensive, yeah. And then my other one is $2,400 a month. So do you think a lot of people are struggling living here? Yeah. Yeah. It's a complete struggle. Yeah, we might have the highest minimum wage. Saving money, we try, but at the same time, the day-to-day life is expensive. So I spend around $250 on gas a week. Wow. I spend around $300 on groceries. Yeah. I mean, my insurance for my car is $1,000 a month. Alright. But also on top of that, generally people have to pay the rent, right? Exactly. Wow. So I want to ask you, how expensive in California and LA? I'm 44 years old, Yeah. so from 1990 Yeah. to 2023, it's like 10 times more expensive. Wow. What sort of things? You feel very expensive. Gas, Oh, everyone say gas. your rent, your electricity. Yeah. Well, the average person, if you want a one bedroom Yeah. on the west side of Los Angeles, that's going to be about $2,500 a month. とある記事で、東京とロサンゼルスを比較してみたらどれぐらいロサンゼルスの方が高いのかみたいな記事を見てたらですね、ロサンゼルスの生活費4人家族の、月のコスト家賃なしでですね$4,693ということで、一人暮らしの月のコストがレントなしで家賃なしで$1,295で、ロサンゼルスのですね家賃なしのコストはですね、東京の 53.8% 高いと言われてるみたいです。約2倍ですね。で、家賃はですね東京より 171% 高いみたいです。で、レストランは東京より 148.1%、グロッサリー系はですね東京より 29.5% 高くて、光熱費も東京より 25.2% 高いということで、基本ですね家賃とレストランがめちゃめちゃずば抜けて東京より高いなって感じで、グロッサリーとかね光熱費は 25% とか、30%、それでも高いんですけど高いなって感じですね。Like, I'm doing fine. Yeah. I'm doing fine, but I feel for people that have a lot of kids. You have a lot of children, you know. The state or government never supports? Yeah, they have programs, but it's still not enough. They have a lot of programs for people with children, Yeah, but it's still not enough, you know. I see. Yeah. Is that expensive to live here? Yes, very expensive. So what sort of things you feel very expensive? Rent, Rent. groceries, depending on what grocery store you go to. Okay. Like when you go out, drinks are just more expensive. Coffee, going Yeah. out to dinner. I'm not in like prime Santa Monica. I'm like on the outskirts of Santa Monica. Okay, so Santa Monica is more expensive than other places. Very expensive. And Yeah. taxes are expensive. Yeah, And they're the highest in Santa Monica. Ah, yeah. Also, depend on the area, is the different tax also. Different in LA. Yeah. Yeah. Wow, Yeah, Santa that's Monica interesting. 10.5
95%. So, people who don't have money, people struggle to make money, they move to another state. They move to another state or they move to lower income areas. Oh, there's a lower income areas. Yeah, in so California. exactly. So like if you go to worser parts of LA, if you go to more rural parts, if we go to like Compton, Inglewood, or if we go to Santa Clarita or Orange County, prices drop significantly. It's not as nice, it's not as safe. So you have to have some form of understanding and knowledge before you actually do receive a property or move somewhere. Because you don't want to move to a terrible neighborhood, Yeah. Might be cheap, but you could walk outside and hear gunshots or get shot, It's a surviving game, man. Yeah, exactly. And it's a game of how much you can make versus how much you can save. It's expensive city, but why still people want to be here? Women. It's just a beautiful place to live. The ocean. Yeah. It's the place to be, Yeah. It could be worth the money. Makes sense. It could be worth the money if you make it worth the money. Yeah. It's just, there's like a lot happening. And I feel like LA, I always say there's something for everybody in LA because every neighborhood is so different. So that's why I like it. Yeah.はい、ということで皆さん SIM カードを買いに行ってたらもうこんな時間になっちゃいましたということで、皆さん SIM カードは空港で買うよりスーパーマーケットで買うことをお勧めします。空港で買うときはアンリミット使いたい放題で$108やったんですけど、スーパーで買うと$50、あとなんかいっぱいチョイスがあって、その人によって応じてね$20選べたり$15選べたり$30選べたり$40選べたりするんで、スーパーで買うことをお勧めします。ということで今から遅なったし電車乗って帰りますか。今やってきたのがユニオンステーションというところなんですけど、このステーションがですねめちゃくちゃ危ないと言われてて、なんか毎日のように暴行事件が起こるとも言われている超治安最悪の地下鉄らしいです。結構ですね不老者というかホームレスみたいな人が、いろんなとこうろついてるって感じですかね。でですねこんな感じで、座ってるんですけど、下見てください。こんな感じですごいですねおしっこみたいなのがドラーンと漏れてる感じです。でもやっぱりですねいろんなところそうなんですけど LA かなり、の匂いはするのは確かですね。で皆さん見えますか、これがですねメトロのマップなんですけど、これ結構見た感じいろんなとこ行けそうなんですけど全くいろんなところ行けません。で、向こうにバスもあるんですけど、バスとメトロ組み合わせて、でバスからメトロ乗ったりメトロからバス乗ったりでめちゃくちゃ歩いて、今回の旅はですねほとんど移動にも時間が取られてるなって感じです。でもうアメリカはかなり公共交通機関がなんか乏しいって言われてるみたいで、聞いた話によると、昔の政府が車関連の企業がですね政府とか財政をかなり助けてるために、車を使いましょうっていうことで、こういったシステムで公共交通機関がかなり乏しいみたいです。電車の中はですね至って、かなりそんなに荒れたなって感じではないです。かなりゴミとかはかなりあの辺とかね落ちてたり、おしっこの匂いがしたりはするんですけど、なんかものすごい治安が悪いでも暴行事件が今にも起こるなんてヤンキーみたいなやつがおるっていう感じではないですね。寝ている人はたくさんいるんですけど、そんな感じですかね。なんか今回ですねインタビューしてですね、なんかお金がなかったら危ないところ行ったり、なんかもう生活がしんどいとか、なんて危険なところに住まないといけないってなんかそういう話してたじゃないですかインタビューで。なんかそれめちゃくちゃ分かるような気がするし、なんか今回1万円企画してめちゃくちゃ節約しようとしてたんですけど、節約しようとすればするほどどんどん時間もかかるし、もうなんですかウーバーなんか乗ってられへんし、メトロも乗らなあかんし、バスも乗らなあかんしということで、なんかですねアメリカに来てたらお金持ってない人には優しくない国みたいな。インドとかやったら何ですか、お金持ってなかったもなんかある程度もできるし、なんかお金持ってなくてもお金持ってない人にも優しい国。アメリカはお金持ってない人には優しくない国みたいな、そんな感じです。お金持ってる人にはめちゃめちゃ優しいけどみたいな、それはなんかそれがすっごい見える国だなってなんか今回2日目にしてねなんか思いますね。は
はい、ということで皆さんやってきたのがロサンゼルスのストリートフードでございます。ロサンゼルスで安く行きたいならタコス食えってね、地元の人がみんな言うようにですね、ここはストリートタコスショップでございます。みんな行列ができております。はい、皆さん見えますか？これやばくないですか？もうかけ放題みたいな、まさにメキシコやね。でこれで皆さんなんと1つ2ドルでございます。2ドルで4つなんで8ドル、めっちゃ安くないですか？これぞまさしく激安ジャンクフードでございます。かまれこのスパイス、うわやばいな。これ見てください、もう口の周りぐちゃぐちゃですけど、このでかさ、ここです。皆さんカリフォルニアロサンゼルスに来たら絶対ここ来るべきです。めちゃくちゃうまいわ。はい、ということで皆さん今回はですね、アメリカ一発目ということで物価についてシェアしてみました。アメリカの物価じゃなくてロサンゼルスの物価ですかね。まあ州によっていろいろ全然違うと思うんで、そのお料理皆さんシェアできたらなと思うんで楽しみにしとってください。でアメリカ人と話しててめちゃめちゃ楽しかったです。みんなめちゃくちゃドストレートでボン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 自分の思ってること言う感じなんで、なんか話してて気持ちよかったです。世界はお金で回ってる、あと女おるところに俺はおるとかね、なんかむっちゃむちゃ気持ちよかったです。楽しかったです。でこの世の中も発展途上国先進国も各悩みがあるんだなってなんか改めて感じましたね。アメリカ物価高くてでも給料もええけどそれなりに悩みもあるし、インドはインドで、経済発展してないからそれなりに悩みあるしってね、なんかみんななんですかね、平和っていうのがほんまにありえるのかってなんか感じました。でロサンゼルス特にお金持ってていい仕事してる人とお金なくて仕事がない人の格差がガーンと見れる、ところだなとも思いました。これからアメリカいろんな州全然違うと思うんで、楽しみにしとってください。これからアメリカ編でございます。動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどと、あとインスタグラムもよろしくお願いします。ということで皆さんロサンゼルスからでございます。アディオス。